スペースハルクターただの漂流した宇宙船じゃねえ。ワープ航行中に失われた宇宙船、配線、残骸、小惑星、異種族の船体とかが、ワープ空間や現実宇宙を漂ううちに衝突、合体、で何千年もかけて巨大な塊になったやつだ。それも何千年か何万年前のもんと決まってるから、古代の思考を期待しちまうもんだろ。だがそんな世の中甘くねえよな。そうさ、ワープから来たってんならあれなのだってやーな。定番なのはジーンスティガーなんかもそうだな。でもって厄介なのは、スペースハルクは完全にいきなり現れると相場が決まってんだ。わかったろ？スペースハルクはただの宇宙を漂う幽霊船じゃねえってこった。ふむ、幽霊船なら乗ったことはあるが、スペースハルクは規模が規格外だな。これは歌うだけでは攻略不能だわ。さてよ、今回は惑星一つ分能力がぎっしり入ったスペースハルクだがよ。ひもじい惑星アルマゲドンの連中はどうすると思うよ。そりゃまず懸命に調査だろ。入念な準備をしてからね。期待と覚悟、両方身構えてこそ冒険やで。思ったより慎重じゃねえか。口の利き方。失礼いたしました。ですがあなたたちの判断は、人間側でも評価されてもいいほど慎重です。どういうことだ？古代の思考は STC を中心に、惑星どころか帝国文明そのものを動かせます。STC って、何でも作れる 3D プリンタみたいなんだよね。そうです。そのデータ一つでさえ、見つけた生体が惑星総督にまで出世するほどの遺産。末端から王様クラスの出世は夢しかない。とてもいい反応ですね。そう、そんなお宝を期待できるスペースハルク。突如現れた場所はアルマゲドンの中域。そしてこの時のアルマゲドンの惑星総督は無能で有名な。察し。ご存知のようですね。そう、この無能な惑星総督はスペースハルクに期待しかせず、なんと調査保護令で、スペースハルク内を無人、と宣言し、古代の思考回収を命じました。いやいやいや無理ありますって。いきなり現れたら警戒するでしょ。このスラウセル無能ムーブ。彼は独占したかったのか、他の帝国機関や適切な調査を求めることもしませんでした。私利私欲系の無能だったか。当然近づいた船からは、明らかに内部に動きがあると分かりましたが、惑星総督はこれを強行、そして潜入した者はもちろんノルクと遭遇。当然この時点で報告はされましたが、惑星総督は脅威と認識しなかった。なんでやねん。手のは弱く、帝国愛大という一般的な帝国思想と、帝国への貢献期待、そこへ視力が重なれば、トルクがよく言うだせと思う人間の出来上がりですな。こらバカにされて当然だろ。同じ帝国民として恥ずかしい。聖女にこれを言わせるな。そうしてどんどん近づくスペースハルクは、オルクたちにいじくられた巨大戦艦と化しており、アルマゲドンの防衛システムをガンガン突破し上がりながら進んでいき、次は大陸アルマゲドンプライムにあるハイブンベルに着陸します。着陸じゃなくて墜落じゃないか。通過のロコ、見落としやんけ。なんで普通に着陸せんねん。その理由の情報元はねえですが、おおよそ想像がつきます。たまんねえ艦隊戦だったぜ。もう地上での殴り合いが待ちきれねえよ。さっさと乗り込もうぜボス。よく聞けやろうとも、このワールド機だな。着陸するための諸々は一切ねえ。敵の防衛網も一切抵抗できねえ。よくわかんねえ。戦ができんのかできねえのか。できる。人間の一番多そうな場所にこいつをぶっ刺す。この上なく簡単な話だ。出たとこ任せすぎる。新商品発表を受けたウォーハンマー民かな。そう例えられると納得できる。当然やろうともは10万ほど焼け死んだ。やっぱウォーハンマー民の方がマシだわ。命に関わる破産したウォーハンマー民はさすがにいないよ。探したらいそうだけど10万人はねえわ。あ、ちなみにこの日は皇帝が黄金の玉座についた日だったらしい。皮肉の度が過ぎる。当時エンペラー言うたらオルクが降ってきた。敵屋のうてたたりが起こっとる。この衝突は惑星を思いっきり叩かせ、背部が丸々ぶっ飛んだもんだから、それはもう空が粉塵で溢れまみれ、気候変化が起こったとかなんとか。すんげえ迷惑。オルクが新聞するだけで天変地。やっぱゼノはろくなやついねえわ。尊い犠牲もあったが、大量のオルクは生き延び、ワールドキラは最高の乗り物だったそうな。ほんま被害とか考えないのなこいつら。補足すると、スペースハルクの他にもオルク岩や小型艇も激突したらしいからな。それはもうアルマゲドンの名にふさわしい終末感だっただろうよ。回線が無能とボアでひどすぎないか？これが世界最高峰の SF ファンタジーです。こんくらいぶっ飛んでないと SF 売れねえんだろうな。こうしてあまりにもド派手なオルクの登場により、脅威を認識したのがヤーリックです。いやそんなのはもうヤーリックじゃなくても脅威認定だろ。その背部壊滅出ただけに脅威はないはないでしょ。マルネウスカルガーでもグイリマンチに駆け込むレベル。ところが救援要請を送ったヤーリックは左遷されるわけだな。周囲は何も思わなかったんだろうか？改めて聞くと異常度が桁違いだよ。天変地を起こすオルクの大群って分かってへんのかいな。そんなこんなで降り立った惑星規模のオルクたち、待ちに待った戦に大はしゃぎして回戦です。この時点で式に大きな差がある。不意打ち背部崩壊な熱仲間割れ皇帝誕生最中止。こんな世界に誰がした？まず惑星規模のオルクの軍勢は、大部族として5つに分かれ、プライム制圧に向かいます。両大軍目の前にいるのに時間与えてどうすんだ帝国。その通り、アルマゲドン防衛軍が向かう頃にはもう手遅れ、被害を増やすだけ。
となら作戦を練り直すもんですが、やられては増援、やられては増援を繰り返すだけ。甲状腺が可能な廃部デスマイアではそれなりに抵抗したものの、1週間で陥落。そう、たった1週間でアルマゲドンプライムは、ガスブッタルたちによって奪われたってわけだ。あっという間に大陸のほとんどが、こうしてアルマゲドンの防衛の要がセクンドスに傾くわけですが、惑星総督は赤道ジャングルオールたちは越えられねえと考えます。赤道ジャングルって何？アルマゲドンの中央大陸を東西に分ける、巨大な密林地帯、地図で見るとこんなんだな。わかりやすい。中央大陸の二大地域、プライムとセクンドスの間にある巨大な赤道ジャングル、と、オーハンマーコミュニティに書いてたな。オーハンマーコミュニティが言うなら間違いない。ただし、普通の熱帯雨林じゃねえ。灼熱、地震、疫病、巨大昆虫、ここだけ七惑星のような環境だ。まさに自然の防波堤になってるのだな。いや、なぜか近づくだけで発狂するピラミッドや、アングロンのカルトが集まってたりとあれなのもある。もうアルマゲドン浄化しない？その危険さを分かってる惑星総督は、赤道ジャングルオルクが越えられるはずねえと。時間を稼ぐ予定も虚しくオルクたちは危機として突破してきやがった。これまでの話からするに、オルクからすれば旅行気分で渡ってきただろうな。ジャングルからオルクの巨大兵器が現れたのにビビった惑星総督は、タイタン部隊を決戦として送り込む。タイタンパイロットは、あれほどのオルクたちが一塊で抜けてきたとは思えない。他の部隊がいるのではと惑星総督へ打診するものの、オルクにそのような考えはないと断言される。だがセクンドス側に入り込んだ野郎どもは、部族同士で分かれて背後進行へ向かっていた。殺敵失敗しつつ適当に決戦兵器投入はヤバすぎる。前半張り切りすぎて後半クソゲーにするタイプ。戦場はミニチュアゲームちゃうんやぞ。タイタンはガルガントと壮絶な決闘を行い勝利するものの、壊滅的なショート、それによる味方の存在を暗示。タイタン、スティールハンマーを自爆させ、さらに2体のガルガントを巻き込み撃墜させる。これによりオルクの攻撃の核を潰したが、結局タイタンと100万人ほどの兵は崩壊。さらにパイロットの想像通り、別部隊が背後へと進軍し、攻撃を試みる。だが、背後インペルムスは指揮崩壊により降伏、オルクに支配され、演習は奴隷に。帝国からすれば地獄だな。背後から逃げ出した難民もスピードフリークに絡まれ元通りだ。あっという間にマットでマックスな世界になってる。言うわ、うわもはやアルマゲドンはオルクによるマットでマックスな世紀末と化していった。お前以外にノリいいのな。次々と陥落する帝国の拠点だが、唯一抵抗を続ける背後があった。まさか、ごくり、あの英雄が。そう、左遷されたヤーリックが防衛する背後派ですだ。いや知ってるよなおめえら。ここまでの流れは知らなかったな。一から聞くと二度美味しい傭兵ならではの味。なお、この時惑星総督は地下壕に引きこもってました。お前はもう、ね。順調に最高の勝ち戦を決めていたガスブッタルだが、たった一つの背後の猛烈な防衛は、この惑星内で異常な粘りを見せていた。そらスペースハルク特攻、衆の備えなし、降伏とかの中で辺境の背後が最強の防衛してるんだもんな。司令部でもない背後が最強防衛してたら意味不明だわな。この時のオルクたちの気持ち聞いてみたいわ。実際わけわかりませんでしたが、それ以上に大族長の指示がほうれん草できてませんでしたからね。大族長から離れた場所でイライラし始めや、速攻で仲間内で喧嘩が始まってましたよ。最初に調子良かったからいいものの、大ボスから離れたところで壁に当たればそりゃそうっすよね。現場のオルクさんありがとうございます。そんなもんだから業を煮やしたガスブッタルは、配下の大ボスをハデスにけしかけた。側近のオルクの大ボスがバッチリ指揮したからな。前線で戦うヤーリックの部隊もさすがに厳しかった。そんな状況を見て簡単すぎると踏んだ大ボスは、背後攻略が簡単すぎると思い、ヤーリックへ一騎打ちを申し立てるほど優勢だったんだとよ。マジか、じゃあヤーリックがこの時勝たなかったら。普通に勝ってや大ボス率いるオルクが勝ってただろうな。ヤーリックの生かしたパフォーマンスがあってオルクたちが逃げたからこそなんとかなったんだ。お前らもちゃんと戦え。悪いがこれは帝国側の盛り上がりやばかったと思うぞ。みんな間違いなくゴアしてたに違いないよ。その時の現場の熱狂見てみたいわ。まさにおっしゃる通り、完全に指揮が一転してこのざまで撤退し腐ってますわ。うちらの大ボスがいない時といる時の、有利不利をついさっき味わってますからね。ボスの存在はかなり大きかったのに、それを目の前であんなパフォーマンスされたら防衛なんてみんなビビり散らしますって。現場のオルクさんありがとうございます。ヤーリックの活躍はぜひ、概要欄のヤーリック解説からご覧ください。この防衛戦の指揮は凄まじく、感化された方とヘルズリーチでは、なんと巨大クレーンでガルガントを破壊したと言われている。やべー。その熱狂っぷりは凄まじく、奴らが全滅するまで戦い抜き。派手な戦が大好きなオルクでもドン引きしましたね。そこまでするのかと。現場から見て何が人間をそこまで変えたと思われますか？もともと信心深い連中ですからね。やはり一騎打ちのネタは大いに効果があったと思います。当時エンペラーとは叫んでましたか？当然いつも通り叫んでました。他の戦地とは覇気が違いましたね。その背後には壮絶な覚悟、ヤーリックの影響と感じましたね。現場のオルクさんあ
ありがとうございます。そしてついには廃部一つのために、総大将ガズグッタルがお出ましになるわけだ。ラスボス来たこれ。ガズグッタルはゴルクとモルクより信託を受け作戦を決行する。なんか怪しくなったぞ。コマンド部隊を戦闘へ降下させたり、ガルガントを改造して地盤を掘らせたりした。思ったよりちゃんとしている。タクティカルとボア全部盛り作戦。だがヤーリックは、この作戦を読んでいたかのようにことごとく潰していった。コマンドが降り立つであろうところには工作員が換気シャフトで待ち構え迎撃。ガルガントには自爆特攻で改造部をやべえ奇襲で潰しやがった。ほんまに式がおかしい。さらっと 4G エンペラーした。ガズグッタルどんな気持ちだっただろう。かなり凹んでますね。インタビューできる余裕もありません。今懸命にまかりが励まして自信を取り戻させています。無理もないでしょう。ゴルクモルクの信託を否定されたというのは彼のアドバンテージそのものを破壊されたようなものですから。現場のウルフさん真似にありがとうございます。そうしてヤーリックの防衛戦が講じて、ついにスペースマリーンの援軍が来た。シャッター。ヤーリックよ頑張った。もう休んでいいからな。残念だがマリーンが降り立ったのはヤーリックとは別の配部だからな。なんだと。頑張りぞにゃん。守護敵側リクーンはどこもやな。機動攻撃でオルクの前進部隊をぶっ飛ばし、サンダーホークで戦力を降下。これが戦役中、オルクが初めて大きく戦場で惨敗した結果だった。あんだけやばい言うといてマリーン来たら一気に好転した。やっぱスペースマリーンってやばいね。PV やミニチュアゲームであんなやられるのほんまなんなん。戦場だけじゃねえぜ。ブラッドエンジェルのダンテは無能な惑星総督から指揮官を奪った。グッジョブ。ナイス。皇帝陛下もお喜び。ダンテは一気に仕留めに来ていたのか。敵拠点に侵入し、ガズグッタルを撃ちに行った。ほんまに急いでますがな。実際数で負けてるもんね。時間もかけてられん。だが意外なことにガズグッタルはオルクたちの拠点にはいなかった。あ、そっか。ガズグッタルはヤーリックのいる派です攻略にいるから。拠点に佇んでるわけなかった。そのこと知ってるのオルクだけだもんね。それをコーチと受け取ったのか。ダンテ率いるスペースマリーンは一気にタルタロスのオルク全滅を叩き込みます。廃部タルタロスにてスペースマリーンと帝国防衛軍による生産が激突する。この状況は第二次戦役で最も苛烈な決戦だったかもしれませんね。人類側からすれば勝利への大きな貢献。オルクたちからすれば決死の防衛戦。戦況が大きく動く決戦。マリーンはタルタロス中隊オルクに比べれば数に劣りますが、精鋭に加えダンテの指揮、今こそアルマゲドンの無念を晴らさんと苛烈に戦え。見事に勝利したタルタロスを奪還します。この勝利は決定的なものになり、一気に人類側への貢献が続き、タルタロス陥落を聞いたのか、ガズグッタルはタルタロス近郊にてブラッドエンジェルラと戦い、頭にボルトガンを受け迎撃された。ほんまに一気に肩がついてる。ダイジェストかな。第3次やるから言ってるのはわかるけど。一方ヤーリックのいる廃部派ですは救援が向かう頃には陥落し、住人はほとんど残っておらず、大量のオルクの死体と共に倒れるヤーリックも発見された。ギリギリのギリギリだったわけか。あと数分遅れてたと思うと、時間ってほんま大事やわ。これらの活躍により、総大将を失い、廃部を次々と奪還されたオルクたちは赤道ジャングルへ追いやられ、第二次アルマゲドン戦役は人類側の勝利として終わります。以上が第二次アルマゲドン戦役の大まかな流れとなりますね。なあ、後半になってかなり曖昧になっていないか？需要に疲れたのかな。長いからしゃあないと思うけど。実はガズグッタルが誰の手によって撃たれたか、ヤーリックは最後までどのように戦ったか、は明言されてません。まあ戦争あるあるかな。あれだけ盛り上げといてそやないと言いたいけど、まあ現実的っちゃ現実的。この辺はプレイヤー自身でぜひ描いてほしいという、公式からのメッセージだと思われます。という意味。オーハンマーはもともと JRPG であり、本流はミニチュアゲームだ、となればストーリーはそれらを盛り上げるスパイスでしかねえ、というスタンスをとっていて、第二次アルマゲドン戦役の詳細な部分も後年にて発表されたり、プレイヤーたちの戦果が反映されたなんて噂もある。急にメタな話すな。重要な話だ。何せ前回のリバイアさんでも全国のプレイヤーたちの勝敗を記録し、物語に反映されたなんてのもある。せやかてこの流れで視聴者ついていけないよ。安心しろ、アルマゲドンの戦いを追体験できるルールが新発売されるから、視聴者も遊びやすいはずだ。流れるように宣伝ページ突入。実際今回の戦役だって、ピックアップされてる2人の英雄が挙げられているが、数年続くこの戦いで活躍した奴もいるはずだ。それらが挙げられていないのは、プレイヤーたちが遊び、独自の物語を味わう余地というわけさ。あまり細かく物語を決定づけると、プレイヤーの遊びが減るということか。オーハンマーはそういうナラティブな遊び方は推奨されてたね。おかげさまでこんなふざけた解説動画も視聴者が見てくれます。そういうことだ。大まかな第二次アルマゲドン戦役は話した。これ以上知りたければ、てめえらで気づいていけばね。あ、でも。どうした？キューヤーリックとガズグッタルのミニチュアってまだ売ってたっけ？では次は第3次アルマゲドン戦役の解説に入ります。それならとりあえず今のガズグッタルは使えそう。